はい、皆さんこんにちは、柴崎です。今日はね、千葉県の大多喜町というね古い城下町に来ています。だからねまだ昔ながらのね日本の建物が残ってるんですね。今日はその中で立派な土蔵造りというね建物を中心にこの街の雰囲気を描いてみたいと思います。最後までねゆっくり見てください。ではやってみます。では早速描いてみますね。まず鉛筆で軽く形を取ります。じゃあ描いてみよう。この辺だな。まず大きく当たりをつけてからね、ザクザクと、一筆書きのような感じで形を取っていきましょう。はい、街中だから車が通って賑やかですね。形がね、ざっと取りました。では早速塗ってみますよ。まず空からですね。イエローか薄めに溶いてこんな感じに塗ってから、そしてコンポーズブルーにオペラピンクを少し加えてね、これが今日の青空です。道路はね、私はよくこういう紫系の色で塗ったりします。さていよいよ描いていきますよ。まずはっきりとした色からね、はっきりした色から塗っていきましょう。そしてここですね。大切なところは建物の日陰の面を描きます。この街中見るとほら日陰十分暗いでしょ。この暗さが大事ですね。だからこの建物もね白壁なんですけども、壁は白いけども日陰の面はねやっぱり暗いんだというふうにね自分で割り切りましょう。そして、日向は紙の白を残す、日陰はそれに対して暗くって冷たい色で塗りつぶしてしまう。こんな感じですよ。ね、暗さ足らなかったらどんどん重ねましょう。今度は日向ですね。何かちょっと赤い色が見えたなと思ったらね、思い切って赤くね、ここなんかは緑今使ってます。こう純色を使うことを恐れない、これもね素敵な風景画を描くね大切なコツです。ここは白い字がね看板に書いてあるんですけども、周りを暗く塗ることでその字の形を作ってますね。こうやって手前を描くことでこの土蔵造りの建物から続く前後感がねずっと出てくるんですね。さあ大切な家はどんどん描いていこう。日向と日陰の関係をね大切にしながら気づいた細部を少し描き込みます。でも日陰はねどっちかというと単純化ですよ。だいぶほらできてきたでしょ。ではねちょっとこれについてお話ししましょうね。やっぱりこう建物をね細かいとこ見すぎると難しいんですね。じゃあ実際の建物をやりましょうね。いろいろと細かくなんかありますよね。でもこれも単なるね箱ね、箱
こだと思って理解しましょう。じゃあもう一回見てくださいね。箱ですから、こちらの面と正面と側面だけなんですね。だからこっちに今光が当たってます。ですのでこっちの正面向きの方は、白壁のね白明るいところだったり、また暖かい暖色だったり、こちらの方は日陰ですのでずっと暗くて冷たい色が主になっている。単なる箱だからそう理解すると描きやすいですよね。はい、これがポイントだと思います。さあ、大きなもん描けたからね、あとは街の雰囲気作りだね。まず円形を描いてからね、手前にこう歩いている人もね描き入れてみましょうね。これは街の雰囲気作りにとってもね欠かせない要素ですね。人をちょっと描いてみるというわけです。それからね、今日カラフルなこの旗ですね。そういういろいろなものあるんですね、街中ですから。と言いながらちょっと休憩です。今日は、これかな、芋まんじゅう。もう甘いもん見るとよ、もう止まらなくなりますね。もうおいけるな。さてちょっと休憩が終わったところでまたね街を構成するその他の要素を書き込んでいきます。例えば電柱ですね。電柱なんかね絵描くのに邪魔だったんて思わないで、街を構成するね一つの要素だと思ってね積極的に描いてみましょう。シュッと、こちらからもう一回シュッとね電線ね人たちで描いてみましょう。ほらこんなどんどん加えるといいでしょう。絵がこう充実してきますね。あれなんだ、消防車ね。もう今冬でね火事が怖いから消防車を見回ってますね。話は電柱に戻してと、こうやってもう電柱もねだんだん遠くの雰囲気ですね。もう一発で描いてみようね。そして電線を引いて、ほらこれでもねまたずっと奥行きが出てくるんですね。さあだいぶできてきたぞ。そうしたらもうさっきよりもだいぶね、日が陰ってきましたよ。だから日陰が伸びてきたのでこの日陰を利用してね広い道に変化をつけます。もうかっこいいでしょ、これ日陰描くと。こういうね絵の見せ方があるんですね。もちろん手前の方の日陰が暗めですね。はい、出来上がりました。はい、書き上がりましたね。今回はねこの立派な土蔵造りの建物を中心に描きました。ね、建物は箱として理解するんですね。あとねもう一つ見てください。ここね本当はあんなに細かく詳しく見えるんですね。でもそれを描かないでぐっとね省略しましょう。そうするとこの街のずっと遠くまでの奥行き感が表現できます。いかがでしたか？今回の動画を見てねスケッチは楽しそうだなとね思った方、評価とそしてチャンネル登録も
ろしくお願いします。はい、ではね、あなたの、お悩みはね、お話をお聞きしますよっていうコーナーです。今日お寄せくださった方はね、ゆばらさん。お若いんだ。13歳。いいね、若くて。で、ゆばらさんの、お悩みは私が懸念していることの一つは、学校での式典などでうまく歌えないことです。歌うのは大好きなので悲しくなります。待てよ。式典などで歌うってだから何を歌うんだろう。みんなで同じ歌を歌うってことかな。柴咲はね、歌大好きなんですよ。もう柴咲、生徒さんにね、絵を教えながら、絵を描きながらね、歌を歌ってしまったりするんですよ。変でしょ。そのくらいね、やっぱり絵と歌っていうかね、リズムという点で同じなんだよね。だから柴咲大好きです。で、それが湯原さん、そうだな、歌うのでも好きなんだよね。ただみんなの前でうまく歌えない。そしたら、じゃああなた鏡を立ててね、その前で自分の顔を映して歌ってみよう。そしたらあなたがつまらそうな顔してれば、つまらそうな顔で歌えば、鏡の中であなたもつまらそうな顔するし、そんなつまらそうな顔誰も見たくないでしょ。だからあなたが笑顔で歌えば鏡も笑顔になるしね。そしたらみんなも笑顔になる。そういうことだよね。歌はみんなの心の共感だから。だからまず鏡映して、あなたがどんな顔して映ってるか確かめてみようね。そうやってだんだんね、きっと人前でパッと歌えるようになりますよ。頑張ってね。ということで、このようにね、あなたのお悩みとかね、いろんな考え、柴咲に聞いてほしいなという方は、インスタグラムのね、ダイレクトメッセージに、お寄せください。その中からね、これはどうかなっていうのを柴咲がピックアップしてお答えしたいと思います。いかがでしたか？今回の動画もね、なかなか面白かったぞという方はね、評価と、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までね、ご視聴くださって本当にありがとうございました。それではまた。